690兆というとんでもないマーケットに対して95%の以上視聴の人が満足していないっていう、とんでもない潜在市場なんです、ここは。フードテックっていうのがその次の革命を起こすものじゃないかみたいな。最後のそのテクノロジーフロンティアとも言われてきた領域だったんですけど、それがテクノロジーの進化によってついに食産業に及んできたというのがこのフードテック、サイバー和菓子という変わりゆく季節をデータで味わうというプロジェクトなんで、オープンメイズの思想がその食をデザインするという時に単純にプリンターで出してかっこいいでしょうじゃなくて、その食が持っている、深い文化とか思想とか、それをテクノロジーを使っていかにアップデートするか。概念的なものをいかに味わうかっていうのをいつもやってるんですね。どういったものに着想を得たのかなっていうこととか、どういうものにインスピレーションを受けたのかなっていうのをちょっと知りたいです。子供の時はなんていうんですか、大人が近くにいないとそれがなんだかって正解とか答えっていうのがわからないんですよね。でそれが多分すごい良かったと思うんですけど、わからないからすごく好奇心がかき立てられて自分なりの解釈をしてたんですよね。ではまずパルファンから、作っていこうと思います。パルファンは、球体のムース状の中に、ゼリーとそれからクレームブリュレプリンみたいなものが同じく球体で仕込まれているケーキです。もう一回今みんなが出してくれたやつを少しずつブラッシュアップしてほしいな。こんだけディテールがあるとすごくわかりやすいから、料理人じゃない私たちだったらなんだろう。今言った構成要素を全部球体に閉じ込めてもやったんですよ、もちろん最初に。そうすると面白くないんですよね。なのであえて分けて注文ってカルボナーラができていくっていうのを体験してもらうことにしてるので、見た目はもう透明で要するに羽をで、この皿の部分に粉を置いて、で手に羽が落ちてきたっていう設定なので、でまず羽が置いてある感覚もあって、で持ってこれよりは食べやすいとかいうのを考えてみました。なるほど。う。これができる形。裏返した方ができる。裏返した方だけど、ここはこっちが上がってると嫌だから、ここは逆になってる。なるほど。リアリティを求めるとか、可愛い、美味しい。生産性がないのなら二次革命にした方がいい。なので私が必要なのはこっち面ではなくてこっち側なんです。はい。取り出すと結構大変だったりするんですか？大丈夫です。大丈夫。はい。森の香りは妖精の香りなのです。
ただやっぱりこういったコンセプトがあってでそのコンセプトに沿ってものづくりをするっていうことはなるほど今まで自分のやってきた常識が常識じゃない場面も出てくるからそういった場面がいくつかあったので、面白くやらせてもらいました。どうやって、デザートができていくのかでどのように試行錯誤するのかですごい味もただ甘いだけじゃないただ辛いだけじゃないみたいなそういうバランスのところを見てデザインをすごい今回は関わらせていただいたんですけどその食べ物自体への向き合い方も結構大きく変わったというか食べ物の可能性すごいなって思って僕が何よりこう痛感したのは感想が返ってくるスピードが非常に速い製品のデザインですとターゲットリサーチですとか、スケッチ書いたりしてそこに行き着くまでにすごいスパンが長いんですけどもう食はもう提供してすぐ味覚で美味しいとか綺麗だとかそういうことの感想がすぐ返ってくるのでそういったところでちょっと気が抜けないなって非常に面白いって思いました。やっぱり分野が違うと視点も違いますね。でこれからの世の中見せ方も必要になってくると思いますし、提案の仕方ですとか、そういった部分も必要になってなおかつ美味しいねなのかそのコンセプトに対してなるほどねなのか食べた時の驚きなのか味なただ安定して美味しい以外のところで何かお客様に訴えかけるものがあるとストーリーみたいなものがあるといいんじゃないかなと思います。
カレーシートをちょっと考えるときに、イエローカレーを作らせて、あとグリーンカレー、レッドカレーも食べに行ったんですけど、で、その時にスパイスとかいろいろ調べて、こんなに量があるのをどうやって料理人は選んでその分量も決めてってやってるんだろうなってすごい疑問に思って、ちょっと自分でもやったりするようになりました。でも意識するだけで、そういう考え方がそのままだと思うので、それだけでもすごく楽しくなると思います。普段お母さんが作ってらっしゃるお料理も、例えば味噌汁でも、今日これ何が入ってるのか、汁があって、味噌が入って具材がないのか、その味が見出して感じることができてるな。何でもいいんですけど、料理食べてる時に、そのままの味がするとか、美味しいとか、いろいろ感じる舌を持ってると思うので、それはやっぱり意識しないと気づけない、取り過ぎちゃうのが多いので、そういうところを普段から意識してもらえるとすごく僕も嬉しいし、レストランに来てもらった時に、今の仕掛けを用意してたら、それにいっぱい気づいてもらえるんじゃないかなとは思います。変身させるっていうテーマでいろいろ見たときに、すごい印象的なお客さんもなくて、これを例えば飲み込む力が弱くなったお年寄りの方が形だけ変えて味をそのまま受け継いだら、その人が昔好きだった味を飲み込む力がなくても食べれるようになるとか、あと私がそのお客さんと一緒に来て考えたのが、味は同じでも構成要素を変えればアレルギーの方とかでも対応できるのかなとかいうふうに思って、今回の展示は楽しい思いをするっていうか、あっと驚くような、どちらかというと娯楽に近いような食事だったんですけど、その娯楽のその生活する中で大事だけれども、もっと低いっていうか生活必需品に近いようなお食事にこの考え方が生かすことができたら、もっとメタモルフードっていうものが身近な特殊な食事ではなくなるんじゃないかなって思うようになりました。素晴らしいですね。本当そうだと思います。ちょっと授業としては、名前さんに全部これやってもらっちゃったから、もう一回こっちからなんか言いたかったですね。そこでやっぱ料理の知識が足りない部分がやっぱ今回の反省点かなと。でも、そこに気づいてもらえて、こっちの仕掛けの意図を感じてもらえてたので、それだけでもすぐ収穫というか、普段意識しないで食事していると気づかないような、本来備わっている感覚ってあるじゃないですか。そういうところを一歩見つけたんだったら、今後はそういうものを意識しながら食べると、もっと食事は面白いし、楽しいし、美味しさも感じることができるんじゃないかなと思います。